宮沢賢治の雨にも負けず。それは強い人の言葉ではなく、弱い人が綴った魂の祈りでした。俺さ、雨にも負けそうだし風にも負けそうだな。急にどうしたんです、徳武さん。雨にも負けず、風にも負けない。宮沢賢治みたいな立派な人に俺もなりたいんだよ。でも俺、雨にも風にも負けそう。徳武さんの心がけは素晴らしいですが、それは実は誤解です。え、そうなの？詳しく教えてくれ。わかりました。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ。丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米、4合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずに、よく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の松の、林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば、行って看病してやり、西に疲れた母あれば、行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば、行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟あれば、つまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。この宮沢賢治の雨にも負けずは、現在では代表作の一つとして知られていますが、実は賢治の没後、忍会にて、発見された手帳の一部で、賢治が病床に伏していた際に書かれました。宮沢賢治が生きてる時には発表しなかったんだね。賢治は没後に有名になった作家で、存命中は2冊しか本を出版していませんでした。しかし中原中也が高く評価していたといい、一部の人にはすでに知る人ぞ知るといった作家でした。そのと、雨にも負けずは戦争と絡んだ軍国主義に利用され、昭和17年に欲しがりません勝つまではなどと、共に戦時にあるべき日本人の精神として広がり、戦後昭和22年には教科書に載り、今度は戦後の窮乏に耐える日本人のあるべき姿として利用されました。その際、玄米4号が多すぎると自衛中より、玄米3号に書き換えられたのは有名な話です。お、いいぞ。キノコは入ってる。いや、そこ！なんか勝手に働かされてるな、この詩。はい、その影響もあり、宮沢賢治はいつの間にやら、聖人的な偉人のイメージがつくようになりました。俺はそのイメージだった。でも、そういうものに私はなりたいと最後にあるように、賢治は強かったわけではありません。むしろこの詩は、弱い人がこうなりたいという祈りなのです。さらに実はこの詩には続きがあります。え？知らなかった。続きが。これが最後のページです。え？ちょっと怖いんですけど。まあ、確かにパッと見はね。でもこれはちっとも怖くなくて、十戒曼荼羅といって日蓮宗などで法華経の教えを漢字で示したものです。法華経？はい、宮沢賢治の作品や思想を語る上で、法華経信仰は切り離せません。賢治は法華経を深く信じていました。誰もが平等に救われるという仏の教えです。だから弱い人にも優しい世界を願ったのか。へえ、この詩は強い人の宣言じゃなく、弱い人の祈りなんです。チャンネル登録とグッドボタンをお願いね。この詩は法華経の教えのように生きたい賢治が、病床にて動けない中、またどうにもならない自然の営みに対し、どうしようもないなりに行動することの大切さを説いた祈りの言葉でもあったのです。最後に私が好きな賢治の言葉を紹介します。
私たちは氷砂糖を欲しいくらい持たなくても、きれいに透き通った風を食べ、桃色の美しい朝の日光を飲むことができます。何でもすぐ金金と騒ぐ今の我々に刺さる言葉だな。ケンジが超人だったわけじゃなかったんだな。じゃあ俺も負けそうなままでいいか。ええ、負けそうな人だからこそ、人の痛みがよくわかるのかもしれません。そして、どうしようもないことだからこそ、祈ることが大事なのです。強くなくていい。完璧でなくてもいい。雨にも負けそうで、風にも負けそうな私たちだからこそ、みんなで寄り添い、今日を生きていく。小さなぬくもりが、誰かの希望になると信じて。ドクタテさんが気に入ったなら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。